皆さんこんにちは。先週家電量販店に Apple 製品を見に行ったんですけれども、パッと見た感じ M1 Pro MacBook Pro と M2 MacBook Air のどっちを買うか迷っている方が多かったんですよ。この2つの機種をメモリ 16GB とストレージ 512GB で比較した場合、M1 Pro MacBook Pro と M2 MacBook Air の価格差ってだいたい4万円くらいなんですよね。この4万円って結構大きい差ではあるんですけれども、絶対に届かないという差ではないので、確かにどちらを買うか迷いそうだなと思いました。あとはどんなスペックにしろ M1 Pro MacBook Pro は自分にとってオーバースペックなんじゃないかとか、欲しいは欲しいんだけれどもこんな大金払う必要あるのかとか、その他いろいろ悩むポイントがあるんじゃないかなと思います。僕は店頭で M2 MacBook Air を触ってみたものの、購入して使い込んだわけではないので、正直あまり皆さんの参考になりそうなことは言えないと思うんですよね。ただ M1 Pro MacBook Pro については買ってから半年くらい経つので、こっちについては何かしら購入を悩んでいる方の参考になる話ができるんじゃないかなと思ったので動画を撮っています。なので今回は M1 Pro MacBook Pro の半年レビューという内容で、購入時に感じたいい点、気になる点について今はどう印象が変わっているのかだったり、購入時には気づかなかったいい点、気になる点といったところに関して自分が感じたことを話せればなと思います。最後には大金を払ってまで M1 Pro MacBook Pro を買う価値があるのかについても話してみるつもりです。この動画によって M1 Pro MacBook Pro に対するイメージがほんの少しでも具体的になれば嬉しいです。事前に補足になるんですが、今回はあくまでスペック上の話ではなくて、個人的にどう感じたかという完全な偏見になってしまうので、こちらはご了承ください。もしですね、M1 Pro や M1 Max の MacBook Pro だったり、M2 MacBook Air を持っている方がいれば、購入を迷っている方の参考になると思いますので、コメント欄に使用感など書いていただけると嬉しいです。それでは行ってみましょう。早速ですが、購入時に感じた良い点、気になる点について、今はどう印象が変わっているのかについて話していきます。これについては、購入時に何本か M1 Pro MacBook Pro に関する動画を撮っていて、その時の内容をもとに話していければと思います。まずですね、いい点に関してですが、購入時にこんな印象を持っていました。今はどう思っているのか、上から順に話していきます。まず、編集がサクサクできるスペックというのは、もちろん印象は変わってないですね。4K の動画編集も難なくこなせますし、僕が投稿している動画のようなレベルの編集では不満に感じることは一度もありませんでした。バッテリー持ちの良さに関しては完全に感覚なので確証はないんですけれども、買った時より電池の持ちが悪くなっている印象です。バッテリーが劣化するのは当たり前なんですけど、ちょっとそれ以上に充電の頻度増えてないかなというふうには感じてます。ただ、まだまだ数時間編集したり YouTube を見続けることのできるレベルのバッテリー持ちではあるので、不満というわけでは全くないです。次のディスプレイが綺麗というところに関しては正直慣れてきてますね。絶対にこれはあった方がいいと断言できるほど押せるポイントではなくなっているかなという印象です。ただ、プロモーション、これはですね、今でも魅力に感じているポイントなんですよ。プロモーションを知らない方に向けて一言で大雑把に説明するとしたら、画面が今までよりも滑らかに動くようになるというようなイメージの機能です。これによって編集中のポインターの動きだったり、もちろんブラウザのスクロールもそうなんですけれども、若干動きが滑らかになるだけではあるんですが、個人的には、結構満足度が高まる要素に感じてます。ただ、プロモーションのために M1 Pro MacBook Pro を選ぶというのはちょっと大げさというか、さすがにそれはないかなというふうには思ってます。続いてスピーカー、音の良さですね。こちらは今でも感動します。これは M1 Pro MacBook Pro の推したいポイントの一つというか、M1 Pro MacBook Pro 選んでよかったとしみじみ感じるポイントです。ノート PC のスピーカーの域は出ないものの、ノート PC で動画や音楽を楽しんでいる人なら、おそらく多くの方が音回りの体験の向上を感じれると思います。M1 Pro MacBook Pro って基本的には動画編集とか開発とかデザインとかクリエイティブ系の作業をする人向けのスペックになっているので、ブラウジングが中心の使い方をする人にとってはオーバースペック気味かもしれません。ただ、動画とか音楽とかエンタメを楽しむためにノート PC にお金をかけるのはかなりありじゃないかなと個人的には思います。仮に僕がブラウジング中心の使い方をしていたとしても M1 Pro MacBook Pro を買ってよかったなと思うはずです。次にキーボードの打鍵感、これは購入時よりも満足度高くなってますね。今までの MacBook Pro よりも若干軽い打鍵感という印象で、今まで使ってきたノート PC の中で個人的には一番好きかもしれないです。
ただ、これは完全に好みの問題なので、ぜひ一度ですね、店頭で試し打ちをしてみてください。はい、ここまでが良い点に関する購入時からの印象の変化についてでした。ここからは半年使って感じた追加したい良い点2つについて話します。1つ目は、インテル版 MacBook Pro と比較すると本体が熱くなりにくいことです。2019年製のインテル版 MacBook Pro を使うこともよくあるんですけれども、充電中だったり負荷のかかる作業をしていると触り続けることが難しいくらい熱くなるんですよね。これは季節的な要因だったり Core i7 のパワーが高いからなのかわからないんですけれども、正直使っていて不快ですし、製品寿命大丈夫かなって不安になっちゃうんですよね。一方で M1 Pro MacBook Pro は触り続けられないレベルに熱くなるというところは全くないですし、夏でもファンが回ることほとんどないですね。ちなみに M1 と M1 Pro を比較すると、さすがに M1 Pro の方が熱くなります。イメージで言うと、机に Mac を置いて作業している分にはそこまで気にならないんですが、自分の足に Mac を置いて作業していると熱くて不快になるっていった程度ですね。追加したい良い点2つ目ですが、ポートが充実していることですね。M1 Pro MacBook Pro は Thunderbolt 4、USB-C のポートが3つついていて、あとは HDMI ポート、SDXC カードスロットがあります。最近は自分が使っている周辺機器用のケーブルが USB-C にほぼ統一できている状況ではあるんですけれども、ポートが足りないというような状況になったことがなくてですね、ストレスフリーでいいです。あと、最近より良さを感じているのは HDMI ポートがあることかもしれないです。というのも、先ほど熱問題で話した2019年製のインテル版 MacBook Pro の場合、HDMI ポートがないので USB ハブを介して外部ディスプレイに接続しているんですよ。そうするとデスク周りがごちゃついてしまって、さらに持ち運ぶ時には荷物が一つ増えてしまうんですよね。さらに僕が使っている USB ハブって USB パワーデリバリーに対応したポートがあるんですけれども、 USB ハブも熱くなりがちというのもこの季節には悩ましいなと感じてます。M1 Pro MacBook Pro の HDMI ポートはそんな今までの悩みを解消してくれているので、すごく気に入っています。というか MacBook Air にも普通に HDMI ポートつけてくれよって思いますけどね。はい、ここまではいい点について話してきました。ここからは気になる点について話していきます。気になる点について購入時にはこんな印象を持ってました。まずディスプレイサイズに関してですが、確かに作業領域が広くて満足というほどの大きさには感じていないですね。ただ、じゃあ快適じゃないのかといったら全くそんなことはなくて、必要十分だと思っています。なので、これは気になる点から外していい内容ですね。続いて Web カメラですが、これは購入時と同じ印象で、ノート PC の Web カメラの中ではいい方だと思っているんですが、強みになるかと言われるとそこまでではないんじゃないかなと思ってます。高い買い物だからといって Web カメラには期待しすぎない方がいいと思います。続いて本体を持った時にサイドにある排気口に手が当たって痛いという件なんですが、これはですね、慣れました。なので気になる点から削除で全然問題ないと思います。最後に重いというところなんですけれども、これはですね、気になる点から削除するわけにはいかないと強く思うくらいまだまだ気になっている点です。ただし、重いというか快適に持ち運べない重量という表現が適切かもしれないです。補足しておくと、持ち運びが不可能というわけでは全然ないですし、ある程度は慣れます。でもこの 1.6 キロの本体をリュックに入れて出かけるときは、うわー背負いたくないなーと思ってしまう重量なんですよね。基本的に M1 Pro MacBook Pro には大満足してるんですが、重さだけが唯一受け付けないポイントかもしれないです。はい、ここまでが気になる点に関する購入時からの印象の変化についてでした。半年使って感じた追加したい気になる点があるかに関してなんですけれども、考えてみたものの重さ以外にはないかなとは思っています。はい、ここまで M1 Pro MacBook Pro の半年レビューをしてきました。最後に大金を払ってまで M1 Pro MacBook Pro を買う価値あるという点についてちょっと考えてみたので簡単に話したいと思います。前提としてこれについては正直人による部分ではあるので、あくまで個人的な意見として参考程度に聞いてほしいんですけれども、結論から言うと買う価値はあるんじゃないかなと思います。というのも、たとえ現状の自分にとってオーバースペックだとしてもお金に見合う恩恵を受けることができると考えているからです。具体的に言うと、編集や開発などのクリエイティブ系の作業をしない方であっても、まず優れたディスプレイだったり音であったり、そういった面でノート PC 上のエンタメがより楽しめるようになるという恩恵を受けることができます。これだけでもですね、個人的にはお金を出す価値はあるんじゃないかなと感じているんですよね。
加えて何かクリエイティブ系の作業をやってみたいと思った時にすぐに快適に取り組める環境というのを持っておくのは個人的にはすごくお金を出す価値があると思っています。自分の場合ですね、数年前にふと動画編集に興味を持ったことがあったんですけど、その時は PC のスペックが足りなくてストレスが溜まってしまったんですよね。で、結局動画編集やめちゃったんですよ。せっかく興味持ったのにあれはもったいなかったなーって今でも思うんですよね。こんな感じで快適じゃないけどできるというのと快適にできるというのはモチベーションに大きな差が出ると感じた経験があるので、今は必要のないスペックだとしても将来の自分の興味に対して先に投資をしておくというのはありかなと思いました。ちなみに補足なんですけれども、動画編集は M1 でも結構快適にできます。3DCG 系といった GPU のパワーが必要な分野については僕が持っているものよりももっとスペックを持った方がいいかもしれないですね。はい、完全に個人的な感覚でいろいろと話してきたのですが、いかがだったでしょうか。もちろんですね、今回取り上げた良い点、気になる点、あとは大金を払う価値があるかといったところは人によって意見が分かれる部分です。僕としてはですね、自分が正しい意見を言っているぞっていう感覚は全くなくて、あくまで自分はこう感じたよという温度感ではあるし、ぜひ皆さんの意見も聞いてみたいと思っています。なので、もし何か意見があれば、コメント欄にですね、記載いただけると嬉しいです。今回の動画は以上となります。この動画が良かったらぜひチャンネル登録と動画の高評価をよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。